最後まで聞いてくれた。珍しい。私に惚れたとか？違うって前回のあらすじ、新しい登場人物が一気に増えてきたよね。優しいおじいちゃん、厳しいおばあちゃん、隣の家のクリス、アルチュー・チャールズ。田舎だけどなかなかいい感じ。ダニエルの力を隠しながら新しい社会の中で2人は平和に暮らせるかな。誰かに知られちゃまずいんだ。ね、僕は2種じゃないかっていうお話がありましたけど、2種だと思いますけどルール守らせまくりました、僕弟に。初回プレイ時全部ルール守らせた。そうやろ、そうなんねんって。やっぱりそれはそうなるよ。まあただね、あれだけ劇的なことが起こらへんからそれでええんと違います。あれは人の命がかかってることやから。そうですね、はい、いやでもダメだろうって言っちゃいましたね。2種ってやっぱり同じことするでしょ。面白いでしょ、体液って。不思議です、本当。弟が隣の家に勝手に遊びに行ってるっぽいんで。ああ、そういうことか。様子を見に行きます。隣の白人の男の子。そうですね。わあ、ちょっと曰くあるやんか。パワーベアで絶対そこでパワー使ってしまうねんで。はい、もうやってます。ほらやってます。彼がやってるように見せかけちゃってるわけか。そうですね。僕はパワーあるんだと。でもな、悲しい男の子やからな、そういう夢見させてあげたいっていうの分かるな。ダニエル、何やってんだ。あ、ショーン、ねえ、待って、説明するよ。大丈夫。なかなかセンスのいいメイクや。驚かないでね。僕、超能力者なんだ。完全に入ってます。僕が飛んだの。昨日見たでしょ。分かってるよ。これ二重に罪やんな。だってダニエルがいなくなったらもう力使えなくなるんで。そうですね。でもこういうことやるんやん。ここからの展開の結構それが鍵になってきますね。いや、ここがやっぱりこの子供、ある種この年齢の子供のある種限界っていうことがあるよね。限界というのはつまり今に生きてるわけでしょ、子供たちっていうのは。ほんなら自分が部屋に戻ったらもう超能力が使えなくてこの子は落ち込むっていうところまでの想像力が働かない。そうですね。でそれは悪いことではなくて、やっぱり子供っていうのはもうまさに今に生きてるから、こういう残酷な善意っていうかが起こってしまう。これ本当にうまく描いてる、そこをね。今は楽しいかもしれないけど後での絶望を考えてっていう。そう、でもそれはこの年代では無理なんですよね。さあ、じゃあそんな弟に何て言ってあげますかね。ここはお兄ちゃん考えどこやんな。お兄ちゃんはその想像が全部働くもんな。ましてやすごく早く大人になる子やし、これどういうふうにこれを収めたらいいか。お兄ちゃんの心の中にはクリスチャン君がどうやったらちょっとでも心の傷がうまく着地できるかっていうかね、この物語を着地できるかっていうことも視野に入れてるよね。ということは外から丸見えだったぞの方が、お前もちょっと力のことはあんまりそういうことにしない方がいい。そういうことです。すげえって言うとでも思ったか。外から完全に丸見えだったぞ。バレたら大騒ぎだ。危険なことしたって分かってるのか。分かってる。気をつけるって。このことは僕らの秘密だからさ。僕の正体がバレることなんてないって。だろうな。たく、これで君もチームスピリットだ。裏切ったら吹き飛ばしちゃうよ。なんてね。あ、忘れてた。決めポーズだね。僕の名はスーパーウルフ。ウルフに変わるんや。ショーンのはどうする？どんどん問題が大きくなって、もうお兄ちゃん大変やな。お兄ちゃんもう辛いな。でもね、ここら辺から僕も本格的にこのお兄ちゃんの辛さに今感情移入できたな。お、そうですか。だってさ、この弟を叱咤するわけにもいけへんやんか。でもう一人外部者が
この秘密を知って、しかも自分が超能力やっていう吸ったもののこうこんがらがった状況に今あるわけでしょ。そうですね。こういうこんがらがった状況のことも心理学ではコンプレックスって言うんですよ。コンプレックスが僕はあんねんっていうけど、本当のコンプレックスっていうのはつまりこんがらがるっていうことだからね。複雑な事情。このコンプレックスの人間関係のコンプレックスの中に巻き込まれてしまった。しかも自分だけがその未来への憂いを理解できているっていうさあとは何もわからないままどんどんこんがらがせるやつしかいない。いやでもさ、人生ってこういうもんだよね。お兄ちゃん、人生に君は突入したんだよ今。じゃあどうしよう。もう乗って、これは軽く乗ってあげますか。はい、乗ってあげましょう。プロフェッサーディアスで言ってきます。プロフェッサーディアス。ああ、例えばさ、もう乗るしかないの。サンボっぽい感じでプロフェッサー D とかどうかな。あれやろ、微妙。代わりに考えてあげるよ。違うわ。X マンでそろそろ車椅子に乗ってる博士みたいな、ああいう役やな。そうですね。ね。君は？ショーンです。ああ、なるほど。ダニエルの。じゃあ自己紹介だ。俺はチャールズ・エリクセン。どうもです。エリクセン。知ってるか？こいつら危険なチームなんだ。うっかりしてたら世界がほんまに危ない。はい。そうみたい大ですね。人も勝手なこと言うて見ての通り。ねえ、ツリー買いに行こう。もう準備できてるし。ああ、そうだな。こいつらずっと待ってたんだ。君も来るといい。お父さん背中まっここにいてもすぐでしょ。暇だろう。鉄板が入ったみたいにまっすぐでしょ。飾り見るの楽しみだな。あ、ショーン。おじいちゃんたちにクリスマスプレゼント買おうよ。ああ、わかった。鉄板っぽい背中の人は4。本当に4がよかっ多いですね。た。二人とも楽しみにしてたんだ。あ、トイレ借りていい？いいよ。あ、中に漫画あるよ。来てくれてありがとう。ねえ、僕のおもちゃ見る？お、やったホットドッグマンの新刊だ。君は新人だからみんなを紹介するね。これが僕らの仲間、それと敵。へえ、すげえな。敵は何者なんだ？ノクタリウスとシャークスティンガー、あとスノーマンサーっていうのが庭にいるんだ。とにかくみんなマントロイドっていう悪党の手下なんだ。そいつはどこに？悪の惑星に潜んで僕を待ってる。でもキャプテンスピリットとスーパーウルフでやっつけて街を守るんだ。ああ、最強ペアだ。マントロイドは終わりだな。僕の力を見た時があいつの最後だね。そのこといいね。このためた言い方が。調子に乗り切ってます。もう入ってる。もうずっと高揚したままや。さっき浮いたから。そうですね。もうアドレナリンがバンバン出てる。ね。で、その能力お父さんは知ってるの？怖くない？怖くないとは言えへんでしょ。お父さんは知ってる。うん。パパはこのこと知ってるのか？昨日見られたりとか。いや、見られてないよってよりパワー使えなくなっちゃって、2人と別れてからあ、もう試してたんや。多分疲れちゃってたんだ。なるほど。そうか。よし。あ、いや、キングダムの教会的な感じだな。すぐ息が上がるんやな。パパには絶対言わない。きっと怖がらせちゃうし、ただでさえ悩みが多いからさ。お父さんな。お父さんすごいね。家庭に何かの問題でも？ちょっと聞こうか。いいですか？クリス、その余計なお世話かもだけど、ちゃんと言うな、偉い。パパとはうまくやってるのか？どういう意味？なんつうか、うちのばあちゃんが心配しててさ。パパは酔っ払うと時々荒っぽくなるんだよね。でもね、子供ってね、結構暴力振られたりしてるはずやけど、ほら大丈夫だよって言ったでしょ。こういう状況の時に家族の中にすごい問題を抱えてる子供ってもう本当に十中八九どころか、ほとんど家族の中の問題を隠そうとする。なんかね、その家族という形を守ろうとするんですよ。もう僕なんかもう何十とそういう
まあね状況を見てきたでしょ、児童相談所なんかで。だからお父さんとうまくやってるのかってだいぶ躊躇しながらちゃんと聞いてるのに「どういうこと?」ってもうパッと閉じようとしたでしょ。完全に閉じた感じしました。それはね本当に不思議なことで、子供っていうのは自分がここでしか生きていくことはできないってもう本能的に思うんですよ。だからもうひどいことをされていても守るね。だから逆に言うと僕たちはそれを真に受けてもいけないっていうか、ちょっとペンディングしてそうは言ってるけどどうなんだろうってちゃんと思わないといけない時があるよね。ちゃんと真に受けてあげないといけない時もあるし、こういう状況の時にはこの子はもしかしたら家族を守ろうとしてるんじゃないかと、大丈夫だよ幸せだよって言ってるけど、それはもう介入しないといけないんじゃないかと、その判断を絶えず迫られるんですよ。いやすっごい現場ですね。本当にそうですそうです。本当にそれトレーニングを受けてる人が正直少ない、本当に少ないんです。だから児童相談所って3年に一遍その児童相談所から離れて別の部署に行くっていうような地域もあって、それ絶対あかんって僕はずっと言い続けてるわけ。児童相談所の職員っていうのはスーパーウルトラプロフェッショナルやから、こういう状況の時やったらそうかって聞きそうやん、普通にいい人やったら、うまいこと言ってないよしよしや、それ以上介入しても悪いなって思うし、そうかそうか何かあったら言っておいでねっていう程度やけど、その表情を見てでこれは介入するべきかどうか、そういうことまで考えやんなあかんわけよ、子どもたちを預かってるプロはね。だからすごい 100% とは絶対いかないんやけど、そのためには3年に一遍その職場から別の職場に行くなんか考えられへんことでしょ。そうですね。経験どんどん積んでいかないといけないですよ。これも経験値がものを言う部分があるの。だからもうまさにこの場面やから心痛いね。もっと言ったら時々児童相談所は見てたはずなのに悲惨な事件が起こったりするでしょ。よくニュースにはなりますね。それはもちろん児童相談所めちゃくちゃ頑張ってんねんけど、一つはちゃんとキャリアを積むような体制ができてるのかっていうことは制度的にある、まさにこんな研修に使いたいぐらいの場面です。こういう場面で見過ごしちゃダメですよっていう。そうショーも前置きしていて本当偉かったですね。それはやっぱり自分自身がやっぱ家庭の中での問題を抱えながら生きてきたっていう、彼はキャリアがあるからでしょ、すでに自分の経験として。そうだからああいうすごく柔らかい言葉遣いをして相手の中に土足で入るようなことを避けたね、それすごい技術があるんです、もはやお兄ちゃんには。すごいすごい。本当にパパは今いろいろ苦労してるんだ。だから分かるよの方がいいかな。なんとかなるはちょっと無責任な感じ、事情があるんだろうけど、これだけは知っててほしい。君は一人じゃない。いいね。ありがとうショーン。でももう怖くないよ。僕にはパワーがある。ダニエルもいる。ダニエル出てこい。ねえ聞いて、トイレすごいよ。よしみんな出撃だ。ほんま似合ってるなこの子メイクが。気をつけろよ。もうアルコール抜けてるんやろなこのお父さん。大丈夫。また別の日ですからね。そうかそうか。午前中からビール3缶となんかほんでなんか嫌なことがあったらガー行くからね。なんか嫌なことがあったら。結構多分そのきっかけになってるっぽいのは奥さんが亡くなったっていう。あ、そうなんや。この家もお母さんがいないんや。そうなんですよ。ああ、やっぱ共通項があるね。で結構ひどかったのがさっきクリスが木から落ちる場面の直前でお父さんが言ってたのが、お母さんはお前を迎えに行って死んだんだ、お前がいなかったらみたいなことをついつい言っちゃって、アルコール飲んだ時にはそう言うんやろ。そうでもその場でいや違うんだ、今のは本当にそう思ってるんじゃなくてって、もうその隠せば隠すほど子供はその裏の意味を取んねん、子供のね心理って実はね、子供のなんていうのかな、考え方の筋道ってすごく心理学的なんですよ。心理学的な何かが隠されてるって思うっていうね、裏を書いてくる。そういうことだから、そういうふうにほのめかすと子供はそっちを信じてしまう。耳まで赤いな、あのお父さん。大丈夫か。よし着いたぞ。やった何。
先行っててください。中で落ち合いましょう。兄弟で話があって。でも迷うなよ。おい、いい加減にしろよ。お前さ、一体何回注意されれば気が済むんだ。ああ、もう一回力は残ってんねや覚醒でしょ。さっきは話合わせでもてあげたけどクリスの願いをそうわかる叶えたかった。なあ、うん、クリスってノアみたいだし地元の友達友達になりたいんだ。ちょっともうあかんな、もうおじさんは涙腺がよなあ、ね、まあ弟の気持ちもすごいわかりますよね。まさに子供、この時代の子供本能的に動くからね、自分の中の欠けてるものを埋めようとするから、やっぱりこの何やろう、彼と自分とが友達になることによってお互いがお互いの心を埋め合わせられるっていうことを直感的に分かってんねやんな。でこのお兄ちゃんはすごい里い子やからそれも分かるとは思うよね。とはいえルールを守れ、秘密を守るために慎重になれ、さっきみたいなことはしちゃダメだっていうか、まあ、少なくともクリスが力を使えるっていうふうに思わせるのはやめとけ。そういうことですよね。いや、どっちやろう。でも物事の本質的にはクリスに嘘をつくのをやめさせるっていうことかな。要するにより傷つくのはそのことでしょう。はい、漠然と秘密を守ることに厳重になれっていうことはいかにもステレオタイプな答えですよね。まあ、そうですね。まあ、無制限に言うか若干限定をつけるか、具体的な指示をするか、とにかく気をつけろか。いや、とにかく気をつけろっていう段階ではないような気がする。いや、クリスに嘘をつくのをやめさせるっていう方がリスクはありますよ。でもそっちの方が物語は面白くなるような気がします。ではこちらで。はい。わかるけど、友達にそんな嘘をついちゃダメだ。物を浮かせられると思って怪我でもしたらどうする。クリスに本当のことを言うの？そっちか。とりあえず嘘はダメだ。全て打ち明ける必要はないけど、力があると思わせないことは約束だぞ。わかった。約束する。よし、信じてるからな。クリスのとここれでも行っていい？難しい課題やで。だってクリスはもはや自分が力があるからこのお父さんとの辛い生活を続けていくことができるっていうとこまでちょっと来てるやん。そういう言い方をしてましたね。もう大丈夫だって。だからそうすると何度も何度も彼のまであれおかしいな、あれおかしいなってなったら、ああ自分が思わせたんだってダニエルはその罪悪感が大きくなるでしょう、それに耐えられる年齢じゃないよね。いやこれすごい展開やね。そうです。どんどんしょんぼりしていくクリスを見なくちゃいけないっていう。そう僕はもうちょっとお兄ちゃんがいや自分に力がないのに力があると思って力がないということが分かった時にどれだけ彼が落ち込むと思ってるんだっていうようなことを言うのかなとちょっと思ってたんですよ。まあねそれを考えさせるっていうのも酷なことやけどもうちょっと長い時間が必要だったよね。どちらにせよちょっと僕も判断ミスがあったかもしれないけど、まあでもどちらにせよ難しい問題です。どうなるんでしょう。はい。でもルール忘れんなよ。じゃあクリスマスマーケットに入っていきます。で、何するの？好きなのを選ぶんだ。ダニエルと回っていい？もちろん。やった。ダニエルにクリスマスプレゼントあげたいのでそれを買いに行きます。よし、ダニエルにプレゼントを用意するか。クリスと遊んでる間に。あ、ギいやフト。どうも。おはようお兄さん。こんな町に新顔とは。いえ、すごい素敵なマーケットですね。ここのクリスマスは最高だよ。どこに泊まってるの？まあ特に問題ないのでばあちゃん家に行ってきま。そうですすね、そうですね。レイノルズ家に。スティーブンは有名人だ。え、ここの消防署長だったからね。そうやったんまさや。かお孫さんかい？はい、そうです。おお、そりゃいい。話は聞いてたが、ずっと前のことでね。何年かぶりだろう。レイノルズ割引で売ってあげよう。
全部地元の手作りだよ。へーさあどうぞ。どれにする？雪だるま、お座りくまちゃん、木彫りのビーバでも激しく遊びやるから、はいちっちゃい子はだから木彫りの方が壊れなくていいんとちゃうんー、か。感情のやつ。感情のやつ。そっか、ビーバークリークっていう場所だからビーバーなのか。なるほど。そのビーバーみたいなの一つみたいな小さいやつ。ああ、腕利き大工のローズが作ったんだ。そしてなんと特別価格。ちょっと目が強くない？家族の再会を祝してね。マジっすか。顔を下に向けた時も嬉しいですねずっとこっちを見てくる。そうやね、ちょっとドキッとすんねん。これで。ありがとう。他には？いえ、大丈夫です。いい一日を。そっちもありがとう。よし、任務完了。完了。もう行かないとばあちゃんたちが帰ってくる。歌ってる。めっちゃおもろい。ちょっと聞いてきます。ちょっとかっこいい女の子やん。そうなんですよね。ちょっとお肌に吹き出物が出てますね。まだ若いんですかね。そういう感 It's じ。 me you've come to take こういうね、悲しいフォークミュージックってすごく底流にあるんだよね。欧米の、アメリカもそれからヨーロッパでも。実はこの底流ってすごい大きな力があるらしいよね。僕たちはアメリカのポップスとか聞くけど、はいこういう底流にあるこういう悲しいフォークのメロディーってあんまり聞かないやんか。そうですね。 with skillful hands. I'm so ああ、こういうメロディーいいですよね。日本人にとって童謡みたいなところはあるんですかね。日本人の場合は何やろね、これに近いのは。 give me むしろ民謡に近いと思いますわ。 as 民謡。 trees, a spark to where we become. これは実はこの後のエピソードでちょっと深い関わりを持つ登場人物なんですそうなんや。けど、ここではちょっと歌を聴いたり聴かなかったり。 Looking for a way to disappear amongst the quiet things. Now all these empty streets, I'll find a way, I'll find a way to reappear. 最後まで聞いてくれた。珍しい。私に惚れたとか？違うっていいちょっと聞き惚れてたんやな、でもな。思ってこのね落ち着きないわ大地に根ざしてる歌やと思いますよ、聞いてくれてありがとうこういうのが。普通こはスルーの土地のされるから。スルーされるからっていうのはね、今時の歌じゃないっていうことでしょと思うんですよ。向こうで言うたら民謡歌手みたいなもんやからイケてるもんじゃない。そうそう。でもその土地に根ざしてるその土地の悲しみっていうのが、はいこの彼女の直感っていうか身体を通してこう歌われるっていう、そういう歌だと僕は思います。じゃあもう褒めておきますね。はい。いい声して。いい声だったからオーディションとかに出てみたら。いいかも。あんまり趣味じゃないけど、テレビとかそういうの苦手。そうやな。こんな感じする。そう、土地に根ざしてるから、ね。曲良かったよ。君ここの人じゃないね。まあね。ああ、まあね。ちょっと遊びに来ただけ。へえ、親戚がいるの？じいちゃんたちがね。いいね、じいちゃんばあちゃん。君は何してんの？旅行？あちこち渡り歩いてるだけ。いろいろ仕事しながら。まさにバーディックやな。長旅だろうな。まあこれね。がまあ歌うたい。でもこっそり列車に乗れば。世界中の原型。旅をしてその旅の土地のこの気を感じて歌を歌うと、そしてまた去っていくと。村祭りをこうやって移動していくっていうのが本来のこういうアーティストの原型、ね。古代からいるやつそうです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 。彼女は全然そんな歴史も知らないかもしれんけど、自分の本能に導かれたらそういう昔からの歌手の
形に収まったんやね。だからすごく本能的なもの、大地に根ざしたもの、自分の一番本質的なものとつながろうとしている人やっていうことがすごくよくわかりますよね。だからどうかネイティブアメリカンみたいな格好もしてる、羽つけたりして。そうですね、うん、装飾がすごい。なんだっけ、楽しそうって言ってきますか、うん、彼女について。へえ、超楽しそう。そりゃあもうただだしマジ最高だよ。まあ運がないと捕まったり落ちたりいろいろ経験してそうですね。まだ平気だけど、最高だよ。誰にも指図されない。それやな。会社の奴隷でもない。いろんなものを見られるだろうしね。その通り。次の目的地はカリフォルニアのハンボルト郡。葉っぱ吸いにまさかまた仕事しに行くんだよ。ショーン、何してんの？ツリーを選んだよ。魔女みたいにひん曲がってる。お、こんにちは。どれ？髪型かっこいいね。出た。カツラ？どんどん突っ込んでくる。わかんないや。でもかっこいい。僕ダニエル。お姉さんは？ダニエルね。私キャシディ。スーパーヒーローみたいだね。友達と秘密の任務を遂行中なんだ。超危険なんだよ。わかるよ。健闘を祈ってる。で、君は？あとショーン、あれ言わなかったっけ？ショーンね。悪い、ちょい絡まれてさ。稼いだか？もう行こうぜ。よう少年。お兄さんの犬かっこいいね。いろいろあってな、俺らみたいに。だから引き取ったのさ。こいつ臭くて。でもさ、自分では何とも思ってねえんだ。この子だけじゃないけどね。お前も髪洗ってねえだろ。今なんか動いたぞ。近づかない方がいいぜ。彼女すげえかっこいいと思う。ねえ、私は綺麗。汚いのはあんた。ああ、ほんと普通っぽい子好きだよな。何言ってんの？なんか紐っぽいな、この人な。でもなんか近づいてるやつに対抗してしまうねんな。よし、行くか。それは自分の中に後ろめたさがあるからやんな。あれ弱さがあるからやんな。そういうのが見えるよね。ええ子に住んだぞ。バイバイ。いつかどっかで会いたいね。ああ、またな。みんなもう用は済んだか？はい、済みました。よし、乗れ。お父さんとの絡みがあるのかと思ったら違ったね。この後少しだけ車の中でお話できます。ほんと仲良さそうだな。ですね。俺はいらないな。君らが来てよかった。友達増えたみたいだしな。君も出会いがあったんだろう。あの子の名前は？キャシディだったかな。そうか。惚れたか？いきなりな。ここすごいでしょ。はい、別にずっと見てたわけじゃないやん。瞬間見たか、そんなんじゃないんですか。いや多分そうだと思います。2人が話してんなっていうのをちらっと見たぐらいだと思います。そうでしょ。だから僕にしたらこのお父さんは四種体壁やっていう一応設定で見てるわけじゃないですか。でそれはでも役者さんと脚本家が一致してないとあかんわけで、はい、今だから驚いたのは惚れたか、つまり彼の気持ちにもうパッと同調してるわけでしょ。そうでしたね。ね、もうある種もう超能力ぐらいに、でそういうのっていうのも四種体壁のすごい特徴やね。自分の気持ちは分からない、でもパッと人の気持ちにパッと沿うことができる、人の気持ちのことはその人が意識する前から分かっちゃうんですよ。ちょっと怒り方で痩せてて背中が鉄板みたいになってて、でちょっと血色がそんなに良くなくて、痩せ型でそういう感じの優しそうな顔してる人ね、そういう人っていうのは自分の気持ちがわからないけど人の気持ちを本当高速で
こう自分の中に入れることができる体壁なんですよね。そしてこうやって先回りしたようなコメントそうやをパッと出して本人くるみたいな。が何もまだ意識してでもまあ抑圧してる、それがパッと言い当てられるとかね、怖い時あるんですよ時々。なんでわかったんっていう。そうじゃあ、どうでしょう。素敵な子だったって素直に言っちゃっていいですか。そうですね。いい子でした。早すぎ。それともかくたまには外に出るのもいいな。ここ数年いろいろあったからさ。あったね。ちょっと言いたがってんねや。妻のエミリはそう2年前に死んだんだ。クリスにとってもきつい出来事だったと思それは辛いですね。う。ああ、苦労してるよ。特に良き父でいるのに。自分のこと言ってんねや。ですね。いや、あんたは頑張ってるよっていうか、悩み事でもっと深く。それ悩み事でもでしょうね。悩み事でもあるんですか。昔の俺はこんなじゃなかった。いや、やめとこう。忘れてくれ。クリスから聞いた。いや、それはあかんよね。じゃあ聞けてよかったで会話を終わらせましょう。聞けてよかったです。まあ人生誰にだって浮き沈みはある。そうだろう。レイノルズさんも同じだと思うが、彼らは支えてくれる。感謝してんね。本当にいい人たちだ。ちょっとばあちゃんの愚痴を言うか、お母さんを出てったっていうカミングアウトをしてみるか。いや、もしもほんまにもうちょっと話をしてほしかったら母親が出て行ったっていうふうに言ってみましょう。こっちも弱みをさらけ出すみたいな。その方が盛り上がるよ。うちの母は家出したんです。で、それっきりここにも連絡来てないって。こんな話して悪かった。いえいえ、そろそろ2人が帰りたがる頃かな。ああ、君らも帰らないとな。だいぶ待たせちまった。深めようとしましたが、一旦打ち切りに。ここはまあある意味でそのアルコールって人の気持ちを解放させるしさ、僕もたまに飲むの好きやけど怖いよね。近くに置いとくといつでもそこへ逃避できるでしょ。人やったら都合があるからそんな毎日は会われへんけど、アルコールは買えば何か辛いことがあったらうっさんするためにすぐ手を出すっていう、そこにも地獄が待ってるっていうかね、自分で抑制できへんねん。つまりアルコール中毒になるとなかなかその自分の心の弱い部分、傷つきやすい部分をアルコールでその洗浄するっていうか、ごまかすことに慣れてしまったらその闇からは決して這い上がることが難しいね。やっぱり治療を受けないと。そうだから本当は助けてくれって言いたいんやんな、彼はね。あのお父さん。もちろん自分ではもうコントロールできないっていうことが分かってきてんねん。だから浮き沈まりそのうちなんとかなるだろうって言いたいわけよ。でも自分からその闇から這い出ることができるとはもう思えてないよね。強いそういう意志があるわけではない。そう、自分はもうアルコールに負けてるという感じに見えますね。お互いの過ちを許し合っていくという過程の中で絆って深まるっていうか、ちょっと一筋縄ではいかない、簡単に説明できないけども2人の関係が深まったというこのエンディングがね、何なのこの残尿感にも似た充足感というか残尿感に充足感ありますだからさ、一人一人の思いは通じつつあるわけじゃないですか。そういう意味ではちょっと出し切った感もある。そうやね。その